あ、お疲れお疲れ。あ、お疲れ。はいはいはい。何なんですか、社員旅行って嬉しいんですか、それとも逆に。僕はその楽しみたいんですけど、当日はなんていうんですか、楽しめない。社員旅行をする暇があって仕事をするみたいな。僕も嫌いです。ならない。帰らせよ。まあでも西は時間配信はやらないから、なんか俺多分料理して勝負すると思うし。そのなんもないやつが量すらやれなかったら圧倒的な量がないと素なんて絶対生まれない。なんか日程がちょっと面白くて、またバーベキューがあるっていう、またやりますね。何回やるねんっていう。バーベキューの後に俺らまた二次会バーベキューしたじゃないですか。3回目です。相当肉食べてますね。う今回社員旅行って何日なんですか？ん。4泊5日。4泊5日なんだ、はい。お店はほぼ1週間休み状態ってことなんですか？東京はまあ3日間休みにしてでそこから大阪組合流するんで、前半東京で後半大阪っていう、まあ俺が残って体はここに残れば、まあどっちの社員旅行もちゃんとオペレーションできるっていう。じゃあ今のバーベキュー会場には大阪組がいるってことね。あ、そうですね。で同じルーティンを2回するわけだ。そう初めてのぐらいの感覚で、やっぱ彼らからしたら初めてのバーベキューじゃないですか。俺からしたら3回目だよ。じゃあ初めて食べたような食べるよ。マジで美味しいとか景色とか、うわマジすごくないこの景色。はい、お疲れ。今日は問題にならない程度に盛り上がって楽しんでいきましょう。乾杯。はい。はい、お疲れ。はい、はい。はい、お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ。はい、はい。だいぶ東京店と雰囲気が違くて違いますよね。落ち着いててね。こんな感じなんですよ。いや東京もひどかった。もう東京のことは思い出したくない。大阪はゲスすぎて。撮んなくて大丈夫です。カメラ向けると調子乗るんで。ライトさん、何年ぶりのホストの社員旅行ですか？うわーリアルに6年とかなんじゃないですか。いや、まあ店の方針と合わないんで、僕はまあ頑張っていけないなっていう意味で一応辞めますっていう話。いや、ついていけないですもう。いやもうライトさんは僕の印象は7年前に密着した時に会社が取った宿を別に行かずに自分でヒルトン取ったじゃん。はいはいはい。で時ヒルトン取って相部屋がユージさんでしたっけ？そうですね。よく覚えてますね。今回は8人部屋じゃないですか。はい。ご自身でまだ他のところ取りました？僕入ってばっかの身じゃないですか。でキャストとのコミュニケーションは正直取れてないんですよ。なんで取れればいいなと思って借りてないんですよね。今回はみんなで過ごしてちょっとしたいなって。本当は借りれるけど、あえて借りなかったってことなんですか？2日目は借りてます。本当2日目は借りてる？はい。どこ借りてるんですか？2日目は那覇の方に借りてて、そんなすごい綺麗なホテルっていうよりはまあ本当に普通のホテルに借りてもらって、配信のリスナーさんに動画を撮ってプレゼントというか配信したいなっていう動画がお土産って感じです。はい、これからレンタカーに車返しに行きます。今ま
って寺川さんってこう他の結構大きいお店とかもいたんじゃないですか、そこでも結構社員旅行は頻繁に行ってたんですか？いやーでも前のグループはほぼ社員旅行ないみたいな感じなんです。社員旅行する暇があって仕事をするみたいな。ああ、なんなんですか、社員旅行って嬉しいんですか、それとも逆に社員旅行ある暇あったら休みたいとか、もう本当に自由に。なんか社員旅行はなんかその今すでに数字持ってる人らのためっていうよりかは多分これからのその新人の子とか、まあ、入店したての子のためかなと思います。僕はその楽しみたいんですけど、今月はなんていうんですか、楽しめない。なんで？バースデーなんで今月誕生日なんですよ。気楽に遊べないっていう。そうですね。だからまあ仕事をしたい人の気持ちも分かりますね。あとはまあずっとこう毎日出勤も配信もしてるんで、休みたい子もいるだろうなっていうのはまあどっちの気持ちも分かるなっていうなるほどですね。感じですね。僕も嫌い派っす。なんで？なんか休みたい？いや、団体行動苦手っていうか、なんかまとまり悪い感じがすごい苦手なんです。なるほど。帰らせよ帰らせよ。ロールドさんはどうだった？社員旅行って嬉しかったんですか？俺は本当に嫌いでしたね。あ、どうぞ。こんにちは。こんにちは。うわ、すごい。でここら辺は本当にもう人も少なくて、俺みたいなスターでもゆっくり休めるかなって。まあちょっとファンがあそこに来てる。今ごめんなさい、プライベートなんでごめんなさい、ちょっとプライベートだからごめんね。なんか自分がまあなんか現役の時にこういうのあんまり好きじゃなかったから、オーナーになってやって困らせたくないなっていうのはあったんですけど、でもなんであえてやってるかっていうと、やっぱこの時間じゃないと共有できないこともあるしのと、1万円でこんな楽しいことができるんだっていうのを歌舞伎町とかないと分かんないわけですよ。例えば10万円のシャンパンとか10万あったらこんなすごい景色見られるんだとか、だからまあそういうなんか世界を見せなきゃいけないっていうか、彼らをこういい経験させなきゃいけないんだ。経験、まあ経営者の責任なんで、そうだからまあいやいや来たけど来たら楽しかったですって子が多いのと、俺たちが煽ってるあのシャンパン1本でこんな世界が見られるのかと思ったら、よりありがとうがやっぱ本当のありがとうに変わるっていう、まあ経験積ませるためって感じですかね。SNS を力入れればってこと？もっと増えると思ってる。それしかないじゃん。でも SNS が全く上がらないからみんな不安になっちゃう。それで離れたんですよ。そうなの？増えたって言ってない。そういう売り方をしてるからじゃないの。僕がそうじゃないってのは分かってるよね。ホストがの頑張ってるとお姫様の頑張ってるの乖離っていうのがすごく大きくて、まあ、それでちょっと言い合いになってました。配信時間だけで評価されるのはめちゃめちゃストレスです。はい、気をつけてね。ありがとう。結構遅いよ。遅いかも。僕も多分締め日営業で、なんか酔っ払ってた部分もあって、なんか半分覚えてた半分覚えてないって状況だったんですけど、今聞いててでも自分の今の考え方かなと思って思いますね。まあでもラッキーだと思うけどね。俺としては羨ましいけどな、配信なかったです。間違いない。なんか自分も知ってもらうツールがいっぱいあるっていうだけで、別に使うか使わないかはまあみんな次第なわけで、それがなんかゴールじゃなくて一個の過程であるプロセスだから、別に配信使わなくても売れるんだったらそれはそれでいいし、でもどういう視点でやるかだよね。俺は普通にどっちも絶対的にやるべきだと思うし、なんか店売りがとか配信の売り上げだけでしょとか、配信やってる方が偉いとかやってない方が偉いとか、もうそんなんなんかこう言い出したらマジでキリがないから、だったら店売りでもう勝つし配信でも勝つし、なんか別にどっちも売り上げに入るんだから、
それもう勝負の世界でそうでしょ。ちなみに大阪のその売れっ子の3人組は移籍してやっぱりここってめちゃくちゃネットだなっていうのは感じたんですか？僕も入った初月が6連続タワーやったんで、その時投げ銭なしでずっとやってたんで、毎日300万一撃で抜かれ続けて、ナンバーあれみたいな、結構上げてたのに5位スタートかみたいな。抵抗感はなかった？いやでもそれはもともと知ってたんで、なんかその現場プラスさっき言った会長が手段の一つやと思ってるんで、逆に武器一つ増えたからめちゃくちゃありがたいと思ってきたんで。それでね、セレンは、毎月投げ銭タワーやってるんです。何回やってる？9回。もう9ヶ月連続で。逆に言ったらさつきはもうなんかもうゴリゴリ現場主義やからって最初配信してたけど、今はねそこまで配信っていうよりかはでも SNS をしっかり動かしながら、売り上げ上げてたり、それでこだわりがねあるもん。なんかねテスト前の勉強と一緒で、なんか別にテストで100点取れるんだったら別に最悪勉強しないってスタンスのやつもよくて、別に俺できるから勉強しないんでっていうやつがいて、それで100点だったらすごいねになるし、別にテスト前に24時間寝ないで勉強したんですよって言っても、テストで0点だったら誰も評価しないのと一緒で、別にやってもやらなくてもどっちでもいいけど、結果のね、こう100点取るって目標さえぶれなければやれよって言ってるわけじゃなくて、そう一個の便利な方法が今ありますよねっていうだけだから、それを使うか使わないかは、みんな次第だ。ローランドさんが今プレイヤーだったら何するんですか？24時間配信するんですか？難しいな。でも配信するにしてもなんか誰よりもいい配信できるなんていうのはあるんで、なんだろう、同じプラットフォーム多分使うと思うけど、でも24時間配信はやらないから、なんか俺多分料理して勝負すると思うし、こんななんかダラダラ喋って意味あるのかなって思う時もあるから、なんか24時間やることが売れたいっていう意思表示のなんか伝える手段なのは分かるけど、俺だったらもうちょいこうクオリティ上げて量より質で勝負するしって感じかな。もう全く違うけどな。今の会長だからこそ質とか話せると思うけど、質もなんもないやつが量すらやれなかったら圧倒的な量からじゃないと質なんて絶対生まれないし、会長だって新人の時代があって死ぬほどやってきたからこそ今の会長がいるから。確かに今の能力があったらそうかもね。でも能力もねえやつが資質とか言ってたらもう笑ってしまうから、なんかいっぱい無駄なことやらないとどれをマイナスにしていくか分かんないじゃん。だからまずはいろんな無駄なことをとにかくやると思うわ。まず量やったことないやつが質語れないとか確かにそうだ。